で、思い金の神様の別名知ってる？知らないです。神様ってね、一つの神様別名。に対していろんな名前があるんだけど、思い金のうん。神様のはい。別名はなんと、アマツマラ。天津マラ。うん。すごくね？ええ Every swordsmith prays to the gods of the forge. But ask 15th generation smith Kazuki Kawashima what the forge god's name truly means, and the answer is both startling and sacred. In this conversation, he follows that hidden name from the gods of blacksmithing to the union of yin and yang, and to a question you'd never expect from a swordsmith. What does a katana really symbolize? His answer is one you won't soon forget. 鍛冶屋の神様ってね、金谷川の神様と、それから天の一つ目の狼様といらっしゃるんですけれども、雨の岩戸を開いた神話あるじゃないですか。雨の岩戸を開いたときに、計画を練ったのは、思い金の神様っていう神様が、こうやってしようっていうのを、知恵の神様っていうんですけれども、提案したんですよ。思い金の神様が。そのはいはい。思い金の神様が、実は、雨の真一つの神様なんです。鍛冶屋の神様なんです。重い金の金が金ですもんね。確か。そうそうそう。重いそうそう。そうそうそう。ですよね。それでさ、知恵の思い金の神様みたいな感じ。はい。知恵の神様。そうそはい。う。で、思い金の神様の別名知ってる？知らないです。神様ってね、一つの神様に対していろんな名前があるんだけど、思い金の神様の別名はなんと、天津マラ。天津マラ。うん。天のチンポ。すごくね？天津マラよ。すごくね？てか、マラって日本語なんですね。そもそも。いや、そこはちょっとわかんない。それ知らなかった。それ日本語なのか、すごいよくわかんないけど。でも本当にそういう、天津マラな。本当に意味はそうなんですか？意味が本当にそうなのか。語呂だけ、わかんない。語呂がそうだったってことですか？語呂がでも天津マラってすごくない？それが、漢字それがね、どんな漢字なんですかね？それが、鍛冶屋の神様なんよ。はい。俺、それを知った時に、めっちゃ感動してしまって、鍛冶屋の神様は天を貫くチンポかと思ってね、すごい感動したんですよ。すごくね、まこっちゃん。すごいですね。その漢字、その意味によりますけどね。天津マラって、調べてみます。調べてみて。はい。思い金。思い金の神様イコール天津マライコール天の真一つの神様なの。あ、本当だ。すげえじゃろ。すごいですね。この天津マラのマラってどういう？そうなんよ。マラは一体それが本当にそのマラなのかどうなのかっていうのは。もう、チンコです、チンコ。チンコって書いて出ました、今。弾痕の異名って書いてます。この漢字が。すげえじゃろ。はい。そこにね、すごいですね。まこっちゃん。実は、この弾痕っていうのは、これね、昨日森東証とも話したことで、僕も常々そう思ってるんだけど、刀っていうのは、平和の象徴、和の象徴なの。わかりますか？大和魂の象徴っていうのは、つまり、大和魂の象徴っていうのは、調和、平和、愛の象徴が刀なんです。
わかる？武器なんだけれども、愛の象徴なんですよ、刀は。はい。じゃあ、刀は何だ？うん。って言うたよね、今。まこっちゃん。って。刀は、天津まら。刀は、はい。天津まらそのものなんです。森さんに聞いた話はい。で、うん。はい。すっごく面白かったのが、うん。その、太刀のうん。柄の部分の曲がり。昨日その話を僕も森東証に聞いて、俺はね、森さん、その通りだよって僕も思った。僕はね、そこまでは思わなかったけど、そこまでは僕は考えてなかったけど、森さんの話を聞いて、森さん、その通りだと思った。そして、太刀イコール太刀なんですよ。わかりますか？はい、立つですよね。はい。太刀イコール勃起なんですよ。森さん、勃起。太刀イコール太刀なんです。森さんのところに行った時に、うん。夜7時ぐらいから、うん。2時ぐらいまで、そういう話でした。なんでその時に僕を呼んでくれなかったの？すいません。いや、もし、遊びに行かせていただけて、うん。飲みに行けたら、3人で飲みに行けたら、もうそういう話すっごい聞きたいです。もうね、僕はそれを、もっと僕話できますんで。はい。例えば、うわ、聞きたいな。はい。刀は、これからお話しします。刀は和の象徴なんですよ。つまり和合なんですよ。和合っていうのは、もう東西問わず、昔からこの和合っていうのは神聖なものっていうふうに考えられてるんです。全く卑猥じゃないんですよ。ただ、それ卑猥としたのが、キリスト教がそういうふうにしてしまいましたよね。で、キリスト教系のある一つの宗教なんかは、生殖以外で楽しみとしてそれをしてはいけないっていうふうに定義している宗教も確かだと思います。でも違うんです。和合っていうのは、マグワイっていうのは、男女のエネルギーの交換であって、男女ともにエネルギー増長するために非常に大切なものなんです。なるほど。そして刀っていうのはその象徴なんです。だから刀は和の象徴であり、愛の象徴であるんです。だから刀は大和魂の象徴なんです。わかりますか？日本民族っていうのは和の民族なんです。平和を愛するのが大和、大きな和の心が大和魂なんです。大和心なんです。それを象徴しているのが刀なんです。刀は天津まらなんです。お分かりいただけますか？それを鍛えるのが刀鍛冶なんです。だから嬉しい、楽しい、気持ちがいいっていう気持ちで刀を作らなければいけないんです。刀を鍛える火を起こす場所を何て言うか知ってますか？ホトって言う。火を起こす場所。ホト。ああ、はい。聞きました。ホト。つまり女性器なんです。女性器の、ほてった女性器の中にテコ棒を入れるんです。そしてテコ棒の先に鍛える鋼がついています。この鋼をホトの中でものすごく気持ちがいい状態にするのが鍛錬なんです。刀作りは実はまぐわいなんですよ。わかりますか？刀作りはまぐわいなんです。それは神聖ですね。何か
エネルギーそうだから持った人がエネルギーを感じるとかっていうのはそう。必然的っていうか、はい。うーんなるほそうなんです。本当にど。ね、はい。鍛錬っていうのはまぐわいそのものなんです。陰陽の和合が日本刀の鍛錬。ああ、へえ。そしてで、調和ですよね。はい。陰陽が和合するからそこにエネルギーが集約されるんです。わかりますか？うわ、すっごい面これ白い。が大事。これが大事なんです、すごく。すごい面白い。秘伝よ。秘伝。なんかこれをなんか、秘伝。うんなんか、お二人から聞きたいです。同そしてじ最後に、空間でどういう感じになるのか。はい。はい。そして最後に焼き入れをするんです。はい。はい。焼き入れっていうのは、焼きはい。入れっていうのは、エネルギーをもう、本当にエネルギーを、凝縮したエネルギーを封印するのが焼き入れの目的なんです。焼き入れの作業っていうのは、もうどんどん、炎をどんどん燃え上がらせます。炎がね、もう、炎が燃えたぎってるんですよ。炭の炎で。その中に刀を入れるんです。で、刀を元から先まで750度に刀を赤める。その作業で、元から先まで温度を一定に揃えるために激しく出し入れするんです。激しく出し入れする。そして温度が揃ったここっていう瞬間に刀を水にジュッと入れる。これが焼き入れなんですが、その激しく出し入れするのはまさにフィニッシュなんです。わかりますか？はい。もう刀作りは、つながりましたね、点と点が。はい、刀作りは、まぐわいのそのものなんだ。で、まぐわいっていうのは、男女の陰陽のエネルギーが融合した時に宇宙エネルギーがそこにギューッと注がれるんです。そしてお互いの愛とお互いの愛がそこで調和して融合して一つの愛になるんです。そこにエネルギーがギューッと凝縮されるんだ。これ以上の愛の形がありますか？なるほど。これが刀。ないと思います。刀はだから愛の象徴なんだ。At Dream of Japan, we believe a katana is more than steel. It is myth and meaning, and that union of opposing forces that some Smiths call love. Like, subscribe, and join the newsletter for more conversations like this one with 15th generation swordsmith Kazuki Kawashima.